皆さんこんにちは、ゴリアユです。遅れましたが皆さんメリークリスマス。ついに年末がやってきました。皆さんも1年の締めくくりをされているところでしょうか。もうあっという間ですね。今の会社に転職してからも気づいたら1年が過ぎていました。1年前の Vlog を見返すとくよくよして本当に必死なのが伝わってくるし、使用期間が終わった時も入社して6ヶ月が過ぎた時の Vlog でもまだ何も変わってないと自信なさげな姿を見せていたんですが、1年が過ぎた今はというと未だに実力に対する自信は持てませんが、別の意味で自信がついたと言いますか、ちょっと余裕ができてきた2年目の今を振り返ってみると、この1年間は私が前進する大きな糧となった1年だったと言えると思います。今日はこの1年間の成長のお話や反省もしたりしながら、今年最後の動画を締めくくりたいと思います。創造性。私が今やっている仕事はとってもクリエイティブな仕事なんですが、1年経って形にすることはやっとできるようになってきました。少し慣れてもきました。でもはっきり言って私に才能はないと感じていて、いや悲しいことに天才的な人たちと仕事をしているからこそ感じるけど、本当に生まれ持ったものが私にはありません。でもそんな天才的な人たちが創造性を伸ばすために常にやってることってインプットだったと気づいたんですよね。天才でもやってるんだから私は特にやらなければいけない。少しでも知識を得たり新しい何かを思いつくことができるように、限られた時間の中でもドラマ、映画などのコンテンツをチェックして見て感じて考えるように心がけた1年。そうしていくうちにだんだんと仕事をしていてもアウトプットができるってこういうことかなと感じられるようになってきたと言いますか。 YouTube でもコンテンツを作っている私なのに忙しいという理由でインプットすることをここ数年怠けていた気がするので、いい気づきだったと思います。根性。もともと好きなことに対して、そして見込みがあるものに対しては根性がある方なんじゃないかと思っていました。韓国語をここまで身につけたのも、10代で韓国に来てそのままずっと14年間過ごしているのも、ある程度は根性があるのかもと思っていたのですが、これに関しては慣れも大きかったと思うので、できないものを目の前にしてひたすら机に座って何時間もにらめっこをして、できないことをできるようにしてきたこの1年は本当に数年ぶりに感じた苦痛でした。根性を鍛えるってなかなか大人になってから経験すること少ないじゃないですか。以前いた会社よりも厳しい環境だったのでなおさら鍛えられたんですけど、そのおかげで実力に対する自信はなくても、それでも自分はやり遂げることができるという自信にはつながったと思います。韓国語力。韓国語については今年何度か動画を作ったので詳しくは省略しますが、本当にこの1年間で大きく成長したと思います。過去の動画をまだ見ていない方にはぜひ見ていただきたいのですが、長く住んでいると疎通に問題もないし、特にこれ以上どうにかしようという気持ちにはならないものですが、特にこの1年間自分がまだまだ外国人レベルであること、そしてイコールまだまだ伸びしろがあることに気づけたこともとても大きかった。まだ初心者だった頃の根拠のない自信が時には必要なこともあるけど、今の自分の実力を客観視できているからこそ、時には余裕を持ちながら心から謙虚な姿勢を持つことができるようになったんじゃないかなと思います。私らしさ。皆さん IU のスムルセという曲をご存知でしょうか。私と同い年の IU が23歳の時に書き上げた曲です。歌詞にはこうあります。그래 확실히 지금이 좋아요. 아니야 사실은 때려치고 싶어요. 목에요 맞춰봐. 난 수수께끼. そんな IUが30過ぎて出した曲が홀씨 적당히 미끈한 곳에 뿌리 내리긴 싫어. 난 기어코 하늘에 필래. 혹시 나의 안부를 묻는 누군가 있거든. 전해줘. 홀씨가 됐다고. 23歳で自分は謎々のようだと語っていた IU は30代で自分は綿毛だと言い切るんですね。その辺に根を張る綿毛ではなく、もっと高く登っててっぺんに根を張る綿毛にです。今の私もまだまだ謎々みたいなところはあります。ただ年齢を重ねるだけでは自分のことを把握するのは難しい。でも経験を通して、そしてこの1年間でまた新しい挑戦を通して、やっと自分が楽しいと感じることも、またはその逆もちょっと明確になってきた。今までの経験は全て私が綿毛のように上に舞い上がるためももちろんあったかもしれないけど、何よりも私らしく生きていくためのものだったんだなと改めて気づかされました。と真面目な話、そしてうまく綺麗にまとめたような話ばかりになっちゃいましたが、向上心を持っていろいろと挑戦するのはいいんだけど、最近は自分は今幸せなのかと問いかけるようにしています。
幸せでいるためには自分の体、心の健康もすごく大事なんですが、この点は気を使っていてもなかなか思い通りにならなくて苦しんだ1年でもありました。今の私に必要なのは時間的余裕と、それを十分に楽しむ心の余裕。例えば美味しいデザートを買ってきたら美味しいお茶を一緒に入れて一息ついたり、最近全く気を使えていなかったおしゃれにもちょっと気を使えるくらいの余裕を持って一日一日を丁寧に暮らしたい。2025年の自分すごく頑張ったと思うから誇らしく思うけど、2026年の自分はもう少し自分らしく毎日を丁寧に、そして健康的に過ごしたいと思っています。はい、今年も残すところあと3日ですね。皆さんはどんな1年を過ごされましたか？今年も私の動画を見てくださった皆さん、本当にありがとうございました。来年も皆さんに楽しんでもらえるコンテンツを作ることができるように頑張ります。それではまた来年次の動画でお会いしましょう。良いお年を。새해 복 많이 받으세요。 안녕。